こんにちは。脂肪吸引、脂肪注入専門で行っている森脇です。今回は26歳女性の二の腕肩の脂肪吸引のマーキングから施術風景、ビフォーアフターまで公開していこうと思います。二の腕肩の脂肪吸引は、この振袖の部位が気になる、またはノースリーブを着た時のこの肩のはみ出しが気になるっていう人にとてもおすすめな施術になってきます。では早速見ていきましょう。この方の場合はそこまで脂肪はついてないんですけど、皮下脂肪は多少あるので、そこをしっかりとって美しい二の腕のラインを作っていきます。まずは筋肉の解剖に沿ってマーキングを行っているところです。このマーキングが非常に重要で、二の腕肩に関してはボコついたりするリスクが結構あるので、繊細な脂肪吸引の技術が必要です。そのためにしっかりマーキングでどこの部位をどれだけするかっていうのを確認して行っています。しっかりとつまんでどこに何の組織があるか、解剖学が大事になってきますね。今ここの青でマーキングしているところが振袖の部分で、ここはしっかりとってなるべく二の腕をまっすぐするイメージで吸引していきます。表と裏からマーキングしてできる限り均一に吸引していく感じです。次は肩ですね。肩もしっかりとって盛り上がっているところを平坦にしてスッキリするイメージですね。ただ肩に関しては取りすぎるとボコついたりするので、しっかり確認しながら行っていきます。以上がマーキングになりますね。次は消毒です。脂肪吸引の場合は感染などは起こりづらいのですが、しっかり清潔な状態で施術を行うっていうのが大事になってきます。肩、背中のところまでしっかり消毒を行っていますね。施術に入っていきます。まずいつも通りチュメセントを巻いていきます。このチュメセントに含まれているのが局所麻酔薬やエピネフリンなどの血管収縮薬、生理食塩水などが入っています。チュメセント液を正しい脂肪層に巻くことで脂肪を均一に吸引することが可能になってきます。今これ肩の部位をチュメセント巻いてるんですけど、やっぱり肩の部位は硬いので、ここをしっかりと脂肪をチュメセントで満たしておいて、後でベーザーで柔らかくするのが大事になってきますね。だいたい片腕 700cc ぐらい入れることが多いですが、本当に人それぞれですね。この方の場合は平均的な脂肪量だとは思うので 700cc ぐらい入れています。脂肪のどの層に入っているのかを確認しながら、深い層、浅い層、区別して巻いていっています。一般に脂肪層は先ほど言った浅い層と深い層両方あるので、そこをしっかり分けて両方取っていくイメージですね。ただ、たるみなどが強い場合の方などは、あえて脂肪を全て取らずに残すことで皮膚のたるみを予防するっていう時もあります。今は麻酔は静脈麻酔を使っているので、手術中ゲストさんは施術をされている記憶は全くないですね。この方もチュメセント巻かれている時全然動かないと思うんですけど、鎮痛鎮静の薬を使って痛みを抑えています。次はベーザーです。このベーザーをしっかりかけることが、特に肩の部位は重要になってきますね。やはり先ほど言ったように肩の脂肪というのは硬く少し繊維質なので、このベーザーの超音波の熱を利用して脂肪をほぐしてあげる、この作業がとても大事になります。ベーザー脂肪吸引の特徴として、やはり硬い脂肪を柔らかくして吸いやすくするというのがあるので、肩の部位の脂肪吸引の時はとても便利ですね。これをやるだけでかなりボコつきなども軽減されると思います。しっかりとベーザーをかけて脂肪を柔らかくしている作業を行っていますね。だいたい1分ぐらいで行っています。さあ、吸引に移っていきます。まずは全体的に均一に吸っていきます。しっかりとどの層にあるのかを確認し、吸引チューブのところで脂肪の色を確認していますね。綺麗な脂肪が吸われている時はあまり出血もなく、黄色からピンク色の脂肪が吸えますね。肩ですね。先ほどベーザーで柔らかくしている分、かなり吸いやすくなっています。ただやっぱりボコつきなどは出やすいところなので注意をしながら吸っています。これ2つ穴を肘のところと肩の脇のところに開けていると思うんですけど、やはりなるべくいろんな角度から吸う方がボコつきとかを軽減して均一に吸うことができます。なので当院では脂肪吸引は2つの穴から二の腕肩に関しては行っている感じですね。適宜脂肪がどれぐらい吸えているかを確認しながら吸引を行っています。だいたい二の腕肩の脂肪吸引で平均的に取れる脂肪量は 500cc です。つまりペットボトル1本分ぐらいの脂肪が丸々なくなると考えてもらっていいですね。ペットボトルの量が二の腕肩からなくなるとなると、かなりスッキリは見えるはずです。この肘のところ取り残しとかが多いので、しっかり皮膚の厚みを確認しながら行っています。
さあ次は脇のところから吸っていきます。ここからは結構肩が吸いやすいので、肩の脂肪吸引をメインに行っていますね。やはりこの肩の脂肪吸引、かなり脂肪が硬いので、結構最初のうちは大変です。ただやっぱりベーザをかけているかかけてないかでかなり変わってくると思います。ここの吸いやすさに関しては。なので肩の脂肪吸引に関してはベーザー脂肪吸引が行えるところで施術をするっていうのは一つありだとは思いますね。これしっかり確認しながら行っています。三角筋と三頭筋の溝のところがあるんですけれど、そこが結構こけやすいので、しっかり意識してそこはこけさせないように取っていきますね。あと筋が結構出やすいところなので、女性の場合はあまり筋肉の筋が出るのは好まれないことが多いので、そこも気にしながら行っています。さあ最後にどれぐらい吸えたかを確認して終わりになりますね。これが実演術直後です。かなり変わっているのがわかると思います。これは術後1ヶ月なんですけど、1ヶ月でもかなり変化率がわかりますよね。イメージとしては二の腕の振り袖のラインをなるべくストレートにする感じですね。ビフォアの写真だと二の腕の振り袖の部分がたるんでいるように見えますが、1ヶ月後の写真ではしっかりストレートな二の腕の振り袖ラインができています。今回は大人気な二の腕肩脂肪吸引の施術に関してマーキングから施術ビフォーアフターについて紹介しました。二の腕肩の脂肪吸引に関しては結構人気な施術なんですけど、やはり修正例とか失敗例を多く見ます。なのでしっかりとカウンセリングを受けて SNS の症例写真やドクターとの相性を選んで決めることが大事だと思います。今後も脂肪吸引に関しての動画を投稿していくのでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。